なんじゃこの細い建物は。こんにちは。個性的な物件をご紹介する、ゆっくり不動産です。今回は練馬区の国道沿いに立つ、細すぎるワンルーム物件を内見していきます。あまりの癖の強い建物形状に、冒頭からテンションが上がりすぎです。これが玄関ドア？と一般的なアパートマンションとは全く異なるこの外観。そして何よりこの細さ。尖った建物形状。何がどうなってこうなったのか設計士さんに質問したいですよね。ねなんと今回も質問できちゃいました。このチャンネルをいつもご覧いただいている方はお察しかもしれませんが、もはや当チャンネル内では癖の強い物件作りでおなじみの、ビーフンデザインさんによる設計です。こっちから見ても細すぎ。建物の幅はなんと 2.3 メートル。車1台通るのがやっとの広さです。なんでこげん細かとのできたとね。と皆さん疑問でならないでしょう。大丈夫です。僕も同じです。まずはフラットな状態で内見してみましょう。ところで最近、設計事務所とズブズブの関係やないかい、とコメントいただいたんですよね。尊敬する博多華丸大吉先輩の漫才ネタをお借りすると、まさに、設計事務所さんとはズブズブの関係でございます。ズブズブ不動産と呼んでいただいても差し支えございません。いや差し支えある。という冗談はさておき、個性的な物件を作った設計事務所さんからのご連絡、お待ちしております。話がそれましたが、ポストの数から察するに、どうやら横に5部屋が並んでいるようです。内見後に、設計士さんにこの建物ができた経緯を伺いました。この個性派な物件を住む人目線、作った人目線と二度味わえるわけですよ。物件マニアな僕としてはたまりません。一つだけ前情報としてお伝えしておくと、面積は 17.5 平米。ワンルームの中でも狭い部類です。という前提で、早速玄関入ってみましょう。扉の癖がすごい。いきなり階段。というか、玄関の概念がない。友達が来たらここに靴が並んで不思議な光景になりそう。靴は左手にある棚っぽいところに収納する感じでしょうか。いやいや、本当に面白すぎます。玄関だけでこのパンチ力。発想の豊かさにすっかりやられてしまいましたよ。お、階段の下に部屋がありますね。まずは降りてみましょう。部屋が三角形。しかもなかなか鋭角な三角形。これは癖のある面白い間取りですね。三角形の頂点部分には棚らしき板も設置してあります。降りてきた感想としては、まず天井が高いですね。南向きの窓と三角形の上部にある窓のおかげで明るさは十分確保できています。三角形の頂点がある程度デッドスペースになるのはやむなしでしょう。しかしこの尖った建物、作るの大変そうですね。さて、反対側には階段下にキッチンが設置されています。この視点でも天井の高さが実感できます。面積は狭いですが、縦に空間が大きいので、面積ほど窮屈さは感じない気がします。キッチン横には小さめの冷蔵庫を置く感じでしょうか。キッチン自体もコンパクト。小さめなシンクに、置き型の IH コンロ。収納はそこそこありますね。階段下にも何か置けそうです。窓の外は、こんな感じの借景です。お隣は国の施設のようで滞在中、人通りは全くありませんでした。こういった環境は個人的にポジティブです。人目を気にしない僕みたいなタイプの人はカーテン開けっぱなしで借景を楽しむ時間が増えそう。さて、上の階も見ていきましょう。それにしてもこの階段は豪華ですね。ワンルーム物件のロフトへと上がる階段は基本はしごです。命がけで登る垂直タイプから、傾斜があって登りやすいタイプまで様々なはしごがありますが、この物件の階段はガチの階段。なんだかかっこいいです。玄関を通り越して、
こちらがロフトですね。階段も登りやすいですが、ロフトとしての使いやすさもありそうです。ロフト部分が無垢フローリングというのも贅沢。面積は 17.5 平米とお伝えしていましたが、ロフトが 3.4 平米あります。ここは寝室利用になりそうですね。なるほど。三角形の先端部分はスペースとしては使いづらい分、窓を作って最高に活かしているようです。ロフトから見下ろしても下の階の尖り具合はすごい。こんなに鋭角な建物を内見するのは初めてです。なぜこんなことになったのか質問したいところですが、後に取っておきます。ということで、玄関横のロフトというとてもユニークな空間でした。ではさらに階段を登ってみましょう。これだけ階段があると、この建物が何階建てなのかよくわからなくなってきますが、物件資料によると、木造2階建てアパートと聞くと、いわゆる金太郎飴的な物件をイメージしますが、この物件のギャップにはびっくりです。階段を登った先には、トイレと、洗濯機スペース。窓があってとても明るいです。そして三角形の先端を利用したシャワールーム。これは間違いなく、これまで見た浴室史上最も尖ってます。スクリーンを上げると、道路からバッチリ見られますので要注意。この先端、どう使ったらいいんだろう。使わなくてもいいんだけど、使いたくなってしまう。ちなみにバスタブがないので、シャワー鼻傾けですね。もう一点ネックを上げるなら、洗面台がないことでしょうか。一般的に考えると割と大きなネックである気もしますが、そんなことよりこんな面白い物件、ぜひ一度住んでみたい。という方も結構いそうな気がしました。ちなみにこの部屋は一番狭いので洗面台がないですが、他の部屋は洗面、バスタブ、追い焚き機能ありだそうです。というわけで、こちらが間取りです。いやー、本当に。癖がすごい。キッチンがある部分が1階、水回りが2階、ロフトは中2階という位置づけのようですね。木造2階建ての 17.5 平米とだけ聞いて内見しに来ていたら、度肝を抜かれるような個性派物件でした。で、なんでこんな物件が生まれたのか、という話に移りましょう。なんでこんなに細いの？なんでこんなに尖った形状なの？なんでこんな立体構造なの？とまあ色々聞きたくなるわけですが、元々の土地を見てびっくりしました。見てください、この売り土地看板。そもそも土地が細かとですたい。反対側から見るとこんな感じ。細すぎるし、土地が道路よりも一段下がっているので、建築もしづらく長年空き地のまま放置されていたそうです。この写真で見ると、前の道路からかなり土地が下がっていることがわかりますよね。誰もこんなところに建物を建てられると思わなかったところに、設計を担当したビーフンデザインさんが、これはいける、と思って建築が始まったそうです。工事が始まってこんな状態。どこが土地ですか？というレベルの細さ。木造の骨組みが立ち始めるとこんな感じ。いやいや、細いですね。ここまで来るとなんかかっこいい。室内の階段は模型をしっかり作って検討したそうです。実際に完成したのがこちら。なんか勝手に感動してしまいました。ということで、こんな感じの仕上がりになったわけですね。ちなみに、三角形に尖っている理由は、この黒い鉄板の床部分が現在は敷地だけど、計画道路といって、将来的に公共の道路として拡張される予定だそうで、それに備えて、あえて最初からその形に合わせて建物を作っておいたんだそうです。いやー、よか話芝居。玄関が中2階という奇妙な間取りも、土地が下がっているからだったんですね。敷地がめちゃくちゃ細い上に、土地が道路より下がっていて、この土地を料理できる人がいなかったのを、こんな解決策で個性派物件を生み出してしまうなんて、ビーフンデザインさん素敵すぎます。いやー、疑問がすべてすっきりしました。ちなみに概要欄の URL から工事中の詳細もご覧いただけるので、興味があればチェックしてみてください。次回も変わった物件の内見を予定しています。お楽しみに。チャンネル登録してね。してね。